売上激減でルセラフィムは人気がなくなった。ハント不正疑惑の真相は？今回のコンセプトについて、衣装や難易度が高すぎるダンスにファンの反応は？大波乱のルセラフィム半年ぶりのカムバックについて一気に振り返りましょう。8月30日、ルセラフィムはフォースミニアルバム「クレイジー」で半年ぶりのカムバックを果たしました。クレイジー主は MV が出る前にショートでポイントダンスを見ていたのですが、ユンジンの美女がヤバすぎて早くフルで聴きたいと期待して待っていました。 MV を見てみると、なんだかこれまでのルセラフィムとは違う雰囲気でありながらも、アンチフラジャイルやアンフォーギブンの時のような強気でオラオラで、でもお姉さんで、でもキュートで、ルセラフィムらしさもあり新しさもレトロさも詰まっていている MV でした。曲の初見はそんな感じできたのかという印象で、正直神曲とまでは思いませんでしたが、聴けば聴くほどハマってきてしまって、今や脳内で連続再生されています。ですがクレイジーの曲には賛否が分かれているようです。成績を見ても韓国国内、アジア、アメリカでばらつきがあるとか、前作となるサードミニアルバムの「イージー」で好成績を収めたルセラフィムに今回もファンからの期待が高まっていましたが、その初日売り上げが激減していると話題に。そんな中ハントチャートが不正をしているのではないかという説も浮上しており、何やら雲行きが怪しい様子。というわけで今回はルセラフィムの新譜売上やハントチャートの不正疑惑、新曲クレイジーのファンの反応についてまとめていきたいと思います。まずは K-POP 界を騒がせたルセラフィムの初日売上大激減騒動。半年ぶりとなるカムバックでクレイジーをリリースしたルセラフィムですが、ハントチャートによる集計ではその初日売上枚数はおよそ19万5000枚。前作にあたる EG では初日におよそ78万枚を売り上げていたため、7割強もの大幅激減という結果になってしまいました。最近ではストレイキッズやエスパ、セブンティーンといった他の人気グループでもこのような前作割れが起こっており、 K-POP のアルバムバブルは終わったのかとも言われていたりするため、前作割は珍しくはなく、その要因の一つとして今まで売り上げの大きく貢献していた中国ファンダムにおける販売不振があるとも言われているようです。しかし今回のルセラフィム前作の7割減はさすがに異常な減り幅。ルセラフィムは過去にアンフォーギブンで102万枚の初日売上を記録し、ヨジョブルの中で当時の初日売上最高記録を更新したほどの人気グループなので、今回は何が起きているのかと騒動になりました。様々な考察が飛び交いましたが、ウンチェの出現騒動やコーチェラでの実力不足論争など、今年に入ってから炎上が続いたため、ファンが離れてしまったのではないかと推測する声も上がっているようです。またメロンメインチャートでは、タイトル曲のクレイジーは最高43位を記録。こちらも前作 EG のリリースから1時間で11位という成績に比べると大きくランクダウンするという結果となりました。そもそもハントチャートとは、韓国国内の小売店やレコードショップなどでレコード販売量を調査し、レコードの総売上の推定値を集計したチャートのことで、日本におけるオリコンチャートのような存在です。K-POP グループの初日売上や初動売上はこのハントチャートで確認することができます。そして今回ルセラフィムの初日売上が激減した件をめぐって、ハントチャートが不正によって売上枚数を操作していたのではないかという疑惑がかかっています。疑惑の発端となったのは K-Town4U によるハントチャートに対しての告発。K-Town4U とは K-POP の CD やグッズを扱うオンラインストアのことで、K-Town4U で売り上げた音版の販売数がハントチャートに反映されるという仕組みになっています。しかし K-Town4U の発表によると、今回ハントチャートに対して報告した販売情報が実際のチャートに反映されていなかったといいます。一方でハントチャート側は K-Town4U が報告した音版の販売数が水増しされたものではという主張をしているのだそう。ファンからすればどちらの主張が正しいのか判断することは難しいですが、少なくとも K-Town4U が提出した販売数データがハントチャートで正確に反映されていないということは確かなようです。少なくとも現段階では新しい情報を待つしかなさそうですね。初日売上枚数が振るわなかったクレイジーですが、リリース5日目にして売上が急上昇する事態が発生。2日目以降は数万枚の売り上げにとどまっていましたが、5日目にはおよそ24万枚と初日の枚数を超える結果になりました。K-Town4U とハントチャートの間で何か動きがあり、正確な販売枚数が反映された結果と考えることもできますが、公式からの発表はないため何とも言えないところです。
またリリース5日目にあたる9月3日は日本でのアルバム発売日であり、リバースの販売数が反映される日であったため売上の増加につながったと考えることもできます。そして気になる最終的な初動売上はおよそ67万7000枚という結果に、前作 Easy の98万枚から 31% の減少となりました。初日こそ大幅に売上ダウンしたものの後半になんとか巻き返したことで、ファンからは健闘したとの声も上がりました。初動売上こそ前作割れを起こしてしまったルセラフィム。しかし今作はアメリカをはじめとしたアジア圏以外の国々から高い評価を得ています。タイトル曲クレイジーは大手サブスクサービスの Spotify ではデイリートップソングアメリカに初チャートインで66位という結果を残し、初チャートインとしては自己最高順位を更新となりました。また初日の全体ストリーミングのうち 30% 近くがアメリカでの再生となっており、前作 Easy のアメリカにおける再生回数を上回る結果に、同じく Spotify のデイリートップソンググローバルにおいては61位にランクイン。さらにクレイジーの初日の再生回数はおよそ203万回を記録し、今年の K-POP よジャグルの楽曲の中では唯一リリース初日に Spotify で200万回再生を超えを達成しました。またクレイジーはアメリカ、カナダ、日本など21の国や地域でデイリートップソングにランクインし、よりグローバルな人気を獲得しています。フィジカルの売り上げが伸び悩む中、音源成績では自己最高の記録を更新した今作クレイジーですが、ファンの間ではそのコンセプトが優勝しているという声も上がっています。前作 Easy では流行のイージーリスニングに振った衣装やコンセプトに挑戦し、賛否両論を呼んだルセラフィム。今回のカムバステージではアンチフラジャイルやアンフォーギ分岐のような衣装でパフォーマンスを披露し、これぞルセラと歓喜するファンが続出。ニュージーンズの世界的なヒットを受け、一気に K-POP のメインストリームに躍り出たイージーリスニング。前作イージーでの経験や評価を踏まえて、ルセラフィムは今作でイージーリスニングとガルクラの間の絶妙な落としどころを見つけられたのではないかと氏は感じました。ガルクラコンセプトは日中韓をはじめアジア諸国で人気が出やすい傾向にあるようですね。さらにどんどん難易度が増していくルセラフィムのダンスにも注目。前作のイージーはゆったりとした曲調でダンスは単調になるのかと思いきや、細かい拍にまで動きがはめ込まれており、体型移動でも休憩する間なく体をウェーブさせながら移動したり、かなりハードな振り付けでした。そして今回のクレイジーでは、まずシンクロ率 200% のルセラのダンスに驚かされるのはもちろん、一番はさくらのパートのダックウォーク。ダックウォークとはしゃがみながら歩く振り付けで、見ているだけでかなりしんどそうです。しかもダックウォークで移動しながら歌っているさくらすごい。しかしこのさくらの振り付けに膝を痛めるのではないかという心配の声も上がっており、振り付けの変更を求めるファンもいるようです。さくらによると、初めの頃はたくさん筋肉痛になりました。でもたくさん練習したから今は痛くないとのことですが、ヒールで歌いながらダックウォーク、さくらちゃん大丈夫なのかしらと確かに心配になってしまいます。ルセラフィムのカムバにファンの反応は、音楽チャートはめっちゃ調子いいからこんだけ低いの不自然よな。アンチも増えたけど絶対ファンも増えてるはずだと思うけどな。不正とか本当にあるなら K-POP を割ってる。このままだと K-POP 離れが増えるのではないでしょうか。ルセラオタクは離れてる体感ないので音盤はそこまで落ちるとは思えないな。むしろイージー以降の炎上でファンの熱量上がってたからね。枚数とかではないんですよね。少なくても一生懸命積んだのが反映されないのは悲しいよ。これよかった。初期のルセラ感を出しつつ新しい感じになってる。クレイジーは欧米受けする曲だと思います。いろいろ言われることも多くてファンの方たちも疲れてしまうと思います。でも5人は笑顔で楽しそうに今回の活動をしてくれています。曲的にもクレイジーに関しては打ち込みのサウンドがかなり素晴らしいからパフェナみたく聞き飽きない感じする。いろんな意見はあるけどルセラちゃんたちは頑張ってるし結果出してきてるから、ファンも頑張って応援するだけ。音盤も少し買い足してく。常に進化を続けグローバルな人気を目指すルセラフィムの進撃を今後も追いかけていきます。